今日は心配することはないよ、全部うまくいくから、辞書形を使って何々することはないと言いましょう。しなくてもいいというのは少し感情的で優しい印象があります。するまでもないというのは論理的で客観的な文法です。今日の文章は心配することはないよ、全部うまくいくから。心配することはないよ、全部うまくいくからです。今日はこの文法についてゆっくり自然な日本語でお話しします。日本語、英語、インドネシア語の字幕をつけてみることもできます。またパトレオンもやっているのでぜひチェックしてください。今日の文法はすることはないです。する必要はない、しなくても良いという意味で励ましたり忠告をしたりするときによく使われる文法です。忠告っていうのはアドバイスですね。心配しなくてもいいということもできるんですが、少しだけニュアンスが違います。今日は何が違うのか、そしてどんな時に使うのか一緒に見ていこうと思います。まずは言葉を一つずつ見ていきましょう。心配することはない、今日の主役ですね。する必要はないという意味の文法です。することはないよと言ってるので会話で使われるような文章です。この文法では必ず辞書形を使うので覚えておきましょう。そして全部というのは全てと同じ意味です。言い換えが可能な言葉でどちらを使っても構いません。うまくいく、物事が順調に進む、成功する、問題なく解決するという意味があります。誰かがやっているプロジェクトの進捗を確認するときにうまくいってますかと言ったりしますね。久しぶりに会った人とかに最近どうですかって聞かれたときに、もし何かが順調だったらうまくいってますよと言ってあげましょう。これが一番自然な言い方です。今日の文章では心配していること全てが順調に進むということを表しています。最後から理由を表す文法ですね。心配することはないという言葉の理由を説明するための文法です。この言葉を全て使って心配することはないよ、全部うまくいくからという文章が作られています。それぞれの言葉について理解できたので今日の文法について詳しく見ていきましょう。もう一度今日の文章言ってみましょう。心配することはないよ、全部うまくいくから。心配することはないよ、全部うまくいくから。これは定例形ではなくて普通形を使っていますね。すべてのことが順調にいくから心配しなくてもいいという意味で、心配とか不安を抱えている人を励ますための文章ですね。今日の文法は励ましたり忠告、アドバイスをしたりするときによく使います。少し優しい印象がありますね。別の文法も見てみましょう。そんなに急ぐことはないよ、そんなに急ぐことはないよ、もっと落ち着いて考えたり行動した方がいいよというアドバイスをしています。落ち着いた方がいいよという形で方がいいよも使うことができるんですが、急ぐことはないよということでより柔らかく優しい印象があります。落ち着いた方がいいよっていうのはちょっと強めのアドバイスなんですね。なので何々の方がいいよよりも反対の意味を使って何々することはないよと優しく言ってあげるのがポイントです。他にもいくつか例文があるので見ていきましょう。そんなに落ち込むことはないよ、まだチャンスはあるから。落ち込んでいる人に希望を持ってもらいたい時の文法ですね。今すぐに決めることはないよ、じっくり考えた方がいい。慌てて決断とか何かを決めようとしている人に対する冷静なアドバイスです。失敗したからといって自分を責めることはないよ。これは自分のことがもう何もできない、私はもうダメだと思っている人に対する励ましの文章です。そんなに怒ることはないでしょう、ちゃんと話せば伝わるよ。感情的に何もかもに怒ってしまっている人に落ち着いてと言ってアドバイスをしています。君の努力はちゃんと見ているよ、何も心配することはない。相手の不安な気持ちを受け止めて安心をさせてあげていますね。この5つの文章すべて少しだけニュアンスは違いますが、共通していることは優しいアドバイスです。励ましたり大丈夫だよとか言ってあげる時に使う文法です。何々した方がいい、何々する方がいいっていうのは少し強いのでここは気をつけていきましょう。次に似ている文法との違い、これについて見ていきましょう。しなくてもいいという文法がありますね。これは N4、N5 ぐらいで勉強すると思います。意味はする必要がない、今日の文法と一緒かなと思われますが、もう一つしなくても問題がないという意味があります。ルールについて別に問題ないですよっていう時に使う文法ですね。することはないに比べると少し柔らかい文法ですね。話し言葉とかでよく使われるので結構普通形で使われることが多いかなと思います。論理的ではなくて少し感情的な文法になっています。友達とか家族とかに使うことが多いですね。心配しなくてもいいよ、全部うまくいくから。心配しなくてもいいよ、全部うまくいくから。もっとなんか柔らかい印象、もっと優しい印象があります。親しみやすい印象があって、仲のいい友達とかね、落ち込んでる人とかこれって大丈夫かなって心配してる人とかに使ってあげるとすごくいいと思います。もう一つ、するまでもないという文法もあります。これは少し難しい文法なんですが覚えておきましょう。この文法はもっと強く伝えたい、もっと強くアドバイスを伝えたいという時に使うことができます。客観的で論理的な印象が強くなります。そんなの心配するまでもないよ、
そんなの心配するまでもないよ。何か根拠があって、その行為に価値がないよっていう風に言っていますね。大げさだとかっていう意味があります。これ一つ注意してほしいのは、その行為自体を否定する印象があります。バカにしていると思われる可能性もあるので、言い方には気をつけましょう。いつでも使っていいわけではありません。状況を見て根拠があって、それはやらなくていい。それだけの価値はないですよ。という時に使う文法なので、これは言い方に気をつけましょう。仕事とかで使うことも多いですが、使い方を間違えてしまうと相手を怒らせてしまったり、嫌われてしまったりっていう可能性もあるので、ここは気をつけたいところです。この文法を使うときは、理由も一緒に伝えてあげましょう。論理的で客観的な文法なので、やはり根拠を示してあげると、そこは相手も納得してくれると思います。心配するまでもないよだけを言ってしまうと、今自分がしようとしていることを否定されているような印象があるので、これは気をつけましょう。という形で、この2つの文法ですね。しなくてもいいとするまでもない。これも意味がすごく似ているんですが、使い方全然違います。柔らかい印象があったり、少し冷たい印象があったり、説得力があるのか、優しく包み込んであげるのか、こういったところで違いがあるので、いろんな例文を見てね、勉強していってもらえたらいいかなと思います。今日の文法ね、私もよく使います。私は今インドネシアで日本語を教えているんですけれども、インドネシア人の先生がたくさんいます。その人たちの不安とか心配とかを取り除いてあげる。そういう時に、何々することはないですよ。心配しなくてもいいですよっていうのを伝える時によく使っています。励ましたりするタイミングっていうのは、やっぱり友達とか家族の間で非常に多いと思います。この文法がね、使えると、心配とか不安を抱えている友達に優しくすることができるので、ぜひ覚えて使えるようになっていってください。この動画のコメント欄に例文を作ってコメントしてくれたら私がチェックするので、ぜひチャレンジしてみてください。この文法について教えてほしいというのがあれば、それも教えてください。よろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上です。今日の動画が役に立ったと思っていただけたら、いいねとかコメントよろしくお願いします。また友達にもぜひシェアしてください。そして、リスニングの練習とかスクリプトを見ながら勉強したいという人はパトレオンにも来てください。1ヶ月5ドルで参加することができます。誰でも参加できるので、ぜひ私と一緒にこれからね、もっと勉強していきましょう。皆さん、いつも応援ありがとうございます。今日の動画も見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。